最近ツイッターでこのようなものを見つけました。この意見について思うことがあったのでお話ししたいと思います。よかったら最後までご覧ください。M1Mac は2020年11月に発売されました。なので、すでに1年以上経っていますね。発売当初から M1Mac はインテルではなく、Apple が独自開発したApple シリコンのチップを搭載しているので、開発ツールやフレームワークが対応していない、開発環境を整えるのが大変だという声がよく上がっていました。実際、ARM のアーキテクチャをベースにした Apple 独自開発のチップなので、インテル Mac 用のプログラムとの互換性はなく動作しません。しかし、ロゼッタ2というエミュレーターを使うことで、インテル Mac 用のプログラムを動かす仕組みが用意されており、多くのアプリは当初からそのまま使えたようです。それでも、プログラム開発で使われるようなツールなどはうまく動作しなかったようで、ネット検索すると多くのユーザーが試行錯誤していた様子を伺うことができます。結構大変だったようです。しかしながら、それももう昔の話です。以前に M1MacBook Air についての動画を上げた際にも言いましたが、M1Mac が発売されてから1年以上経った現在では、ほとんどの開発ツールやプログラム言語が Apple Silicon にネイティブ対応しています。導入すれば普通に動きます。ネイティブ対応していないものもロゼッタ2で問題なく動作します。Apple Silicon への完全移行が2022年に完了するので、それまでにそれらもネイティブ対応すると思います。一部どうしても動作しないものがありますが、それらはそもそもサポートが終了しており、メンテナンスされていないものが大半です。頑張って使い続けようとするよりも、代わりとなるものを探した方が幸せになれます。実際に私も M1Mac を使っていますが、仕事で不都合を感じたことがありません。インテル Mac も持っていますが、ほとんど電源を入れなくなりました。エラーが起きた際に、そのエラーが Apple Silicon 特有のものかどうかを確認するくらいですね。一応ここでインテル Mac を購入する場合のことを考えてみましょう。先ほど言ったように、Apple はインテルのチップから Apple Silicon へ2022年に完全に移行する予定です。なので、現在新品でインテル Mac を購入する場合、特殊な構成の Mac Pro を除くと Mac mini と27インチの iMac しかありません。どちらもいいお値段します。次は M1 無印の Mac を見てみましょう。現在購入できるのはこの3つのラインナップです。思っていたよりも安いと思いませんか？インテル、M1 どちらも Mac mini がまだ購入できるので、これらを並べてみましょう。よく言われているように M1Mac mini の方が性能がいいです。にもかかわらず M1Mac mini の方が44,000円ほど安くなっています。中古のインテル Mac を買えばいいという意見もありますが、比較的新しくてかつ状態のいいものとなると、やはり10万円近く、ものによっては10万円を超えてきます。ノートパソコンである M1MacBook Air でも10万円強で購入することができますので、同じお金を出すなら M1 の方がいいかなと思います。中古購入は故障やバッテリー劣化のリスクもありますしね。ここまで話してきた理由により、2022年初頭の現在、これからプログラミングを始めるなら M1Mac を購入することを個人的にはお勧めします。開発環境の構築も特殊なことをしようとしない限り詰まることはないと思います。現時点ではインテル Mac だとトラブルが少ないのは確かです。しかし今後は Apple Silicon を搭載した Mac がメインとなっていきます。今はインテル Mac でしかできないことがあっても、今後は Apple Silicon Mac でしかできないことが増えてくることは間違いないです。そしてそもそもなのですが、開発用途なら意外と Windows もおすすめです。割とスペックのいいものでも意外と安いものがありますし、なんと Windows の中で Linux を起動することができます。さらに Windows Pro なら Windows Sandbox という機能があり、
簡単に Windows 内に独立した仮想環境を作ることができます。iOS アプリや Mac アプリを作る場合は Mac 一択ですが、そうでない場合は Windows を開発マシンとするのもなかなか良さそうです。今回の動画は以上です。この動画が面白かった、役に立ったと思ったならいいねボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。